また会えましたね。USJ によって暗黒面に落とされた男、つむにむです。今日は1月24日土曜日です。現在のパークはいわゆる閑散期。1月30日にはクールジャパン2026が始まるため体力の温存時期でもあり、つまり何もないシーズンというわけで。ただ、パークではちょくちょく変化も起きているので、今回の動画ではパークが実際にはどれくらい空いているのかと合わせて紹介します。さて、なんやこれ、随分とダサい看板に差し替えられたんすね。まあ USJ はインバウンドだらけなのでしゃあないか。で、話を戻しましょう。これから USJ を回っていくわけですが、今、いつだと思います？なんとね、10時40分でございます。はい、完全に寝坊っすね。アーシーマ絶賛成長期ですんで、いずれ190センチくらいになって、皆さんをあっと驚かせますよ。仕返しされないと思って好き勝手喧嘩を売ってきたアンチども。衝撃に備えろ。冗談はさておき、もう急いだって仕方ないってモードに突入してるため、焦らずゆっくり向かいましょう。確かおちゃる丸だとかいう名前のホストもそう言ってました。USJ の25周年プログラムが発表されましたが、非常に良い内容でしたね。黒未来部の続投だったり、ハリドリで歴代の周年ソングが聴けるようになったりしますが、注目の企画はこちら。まず一つ目が、ユニバーサルカーズ&スターズコレクション。ハリウッド映画ゆかりの名車がずらりと展示されるとのこと。アメグラはメルズ前にあるやつのことでしょうし、バックドラフトは多分アトラクションで使っていた消防車のことでしょう。もちろん消防車がまた拝めるのは嬉しいですけどね。ただ注目したいのは、やはり他2作。デロリアンがまた復活するなんてね。それに、ブルース・ブラザースの中古パトカーってのは、今回新しく用意したやつなんでしょうか？それとも、昔使ってたやつ？どちらも嬉しいですけど、後者だと、まだ生きてたんだって驚きの方が強いですね。そして2つ目。先ほどの名車展示と関連して、おなじみのエメット・ブラウンが10年ぶりに、そしてジェイクとエルウッドが17年ぶりにパークに帰ってきて、毎日グリーティングを開催するそうです。マジっすか？いや、若干6は予想できましたけど、ブルブラともグリできるなんて嬉しいですね。さらに、新アトモス、アルティメットブルースバッシュでは、セサミストリートとブルースブラザースが夢の共演とのことで、いや、もう情報多すぎるやろ。うんち漏れてまうて。というように、25周年はかなり期待できそうですね。3月が楽しみです。で、安心したのもつかの間。案の定 USJ が正式にポケモンの大型アトラクションを導入することも発表されました。場所や詳細は明かされていませんが、十中八九、ニューヨークエリアでしょうね。ここまで驚きの薄い大型企画も珍しいでしょう。ではくだらない話をしていないで、とっとと入園しましょう。エントランスはもうすっかり人がいなくなっており、入場ラッシュは終わっているようでした。それでも若干、右側のゲートの方が混んでますね。この集団心理って何なんでしょうね。いや、でもあまりに極端に差があるので、きっと左は特別なゲートなんだと誤解されてるのかもしれません。関係ないんですけどね。10時50分インパしました。任天堂の整理券は、なんと配布されていませんでした。今日土曜日なんですが、確かにここ最近はずっと配布されてないですけどね。この日の実際の開園時間は8時30分。公式の開園時間は9時なので30分フライングです。つまり今は開園から2時間以上経っているということです。任天堂整理券の配布時刻が異常に遅いので、おそらく今日は終日配布しないでしょうね。油断はできませんが。さて、パークの最近の混雑度ですが、年始の閑散はある程度キープしつつも、ここ数日で一気に回復しつつあります。まだ新アトラクションも始まってないのになぜでしょう。今年まだユニパ行ってないよね、みたいな層が徐々に集まってきたのでしょうか。それでも現状はそこまで大混雑というわけではないです。任天堂エリアは相変わらずですね。このエリアは常に待ち時間は一定というか、あまり傾向だとかもないようなエリアです。常に慢性的に混んでるんですよね。まだクールジャパンが始まっていないうちからこうなのですから、2月になると混みそうですね。ではちょっと寄り道。冒頭で紹介したユニバーサルカーズ&スターズコレクションとやらが年間パスセンター前、つまりステージ18前で開催されるそうなので、下見しましょう。実は認知度は低いですがここにプロダクションセントラルと書かれた標識があります。このプロダクションセントラルってのが USJ の元になったオーランドのパークに昔あったエリアで、つまり映画撮影スタジオがテーマなわけです。USJ としては単純に混雑を避けるためにここで開催することにしたようですが、ある意味で理にはかなっていますね。はい、やってきましたが、相変わらず人通りは少ないです。というかいません。まるで朝っぱらの飛び出しんちの様子ね。で、現地に来てみて感じたのが案外狭いなってことですね。というのも、VIP ラウンジだとかを創設したせいで若干ここの広場は狭くなっています。消防車ってあれだいぶ大きいので、あれを置いて他の車も置いたら結構スペースは埋まりそうではあります。そこに人がたくさん押し寄せたら大変でしょうね。そんなに来るのかは知りませんけど。ただ、他にも懸念点はあり、まずステージ18では1月30日から名探偵コナン、ザ・エスケープが始まります。さらに、車の展示とは別で、ドクやブルース・ブラザースのグリも、ここで開催するようなことを USJ は言っているので、この3つがダブると、だいぶ混雑しそうだなとは思います。昨年ここは、薬屋の独り言の冊子配布場になっていましたが、あれに車の展示まで加わるような感じでしょう。
まあ、賑やかになるのは良いと思いますが、トラブルとか起きなきゃいいなって心配は、ややあるっすね。シネマ 4D はクローズしており、1月29日まで運休です。シュレックとセサミ、今年も短命だったな。1月30日からは、クールジャパン2026の第2弾として、呪術廻戦ザリアル 4D が始まります。スペースファンタジーザライドでも同日、世界的に有名な DJZ とのコラボがスタートします。それに先行して、1月29日の午後からはグランロイヤルの年間パスを持っている人限定で、先行体験があるんですね。こちらは予約だとかは不要となっているため、初めて知ったって人は、ぜひ USJ に行きましょう。用事があるからスケジュールを確認したい？いやいやニートのくせに何を寝ぼけたことを。ところで言い忘れていましたが、It's So Fluffy が2月23日をもって終了するらしいっすね。昔、モッピーのショップがあった場所です。本音言いますけど閑散としてましたよね。なんでモッピーから変えたのか謎です。ここもポケモンのショップだとかに変えるんでしょうか？一応、ハリウッド大通りってキャラがテーマのショップで統一する決まりになっていますので、スペファンの工事は別に大きな変化だとかそういったものがないですね。つまんないから後日ちゃんと取りに行きましたよ。あーしもプロでしょ？良い子のみんな。承認欲求に飢えるとこんな化け物に育つから真似しちゃダメだよ。大幅な変更はないもののクールなデザインに変更されています。なんかアースステーションって書かれてますね。アーシは英語弱いのでアースなんて言われても電気工事かマグマ大使しか思い浮かびません。いやいや、さすがに嘘ですけど。地球って書かれてるということは、ここから宇宙に飛び立つみたいなコンセプトなのでしょうか。そういえば25周年限定ライドも登場なんて宣伝があったせいで、ネットではバックトゥーザフューチャーの復活するとか希望的観測を熱弁してる方がちらほらいましたが、限定ライドとはこれのことらしいです。ありゃりゃ、そうですか。お迎えを見ると、アニメセレブレーション前に何やら囲いのようなものがありました。自販機の改修工事か？それにしては規模が大きすぎるっすね。というか、この壁、よく見ると、別に何も囲っているわけではないようですが。これスタスタ用の工事壁か。先日から紹介していますが、スタジオスターズレストランが3月3日までクローズすることになりました。あれま、これは大変。周りをぐるっと回ると黒い幕で覆われており、中は見えないようになっていました。これは USJ がよくやる手法で、おそらく店内だけの改装になるのかな。そんなことも思っていましたが、どうやらもう少し規模の大きな工事になりそうです。なんというか、個人的にはやや不安っすね。別に、ここがポケモンのエリアになるとは思っていませんが、残念な改装になっちゃいそうで。というのも、このレストランは映画スタジオにあるカフェを再現したものになっており、素晴らしいハリウッドムービーの壁画なんかが魅力的でした。ただ、これらの価値を USJ が認識してるのかは怪しいです。おそらく、このレストランの設定が丸ごとガラリと変わることはないと思います。USJ は腐ってもテーマパークなので、そういった場合、事前告知はします。ですがそれは同時に期間限定のイベントだとかを開催しにくい環境でもありました。いや、アーシはそんなもの求めてないですが、USJ は万能な施設を求めてるので、変な解約だとかないか心配っすね。グラマシーパークのステージはすっかりユニバル仕様になっていました。なんか舞台の上にさらに別の舞台が組まれているような構造で、映像だとわかりにくいですが、かなり高さがあります。これ、何のためにこうしたんだろ？ひな壇とか？まあ、いずれわかることでしょう。黒ミライブは1月25日までなので、今はラストスパートですね。いや、この動画がアップされる頃には終わってますけどね。千秋楽はやはり見納めのために多くの人が集まり、人が多すぎてほとんどの人は見納めなんてできないような混乱状態だったとか。黒ミの人気ってすごいんすね。今ちょうど権利関係で揉めてるそうですが。そして25周年プログラムとして3月27日からまた新しい黒ミライブが始まります。そして同じく3月27日からはですね、もう一つあります。冒頭で紹介した通り、ブルース・ブラザースがついに USJ に帰ってくるんですね。これは本当に嬉しいですよ。アルティメット・ブルース・バッシュ、セサミストリートとのコラボショーが開催され、セサミからはグローバーもショーに復帰します。胸熱ですね。でも、これ、なんと同じステージで行うそうなんですよね。どういう運用になるんでしょうか？大昔みたいに、午前と午後で分けるとか？絶対に争奪戦になるじゃん。それにしても、黒ミライブとブルース・ブラザースのステージって共用できるもんなんですかね？デザイン的に、多分黒ミって別にピンク色だとかの可愛いデザインじゃなくてもいくらでも合わせれそうな気はするんすよ。ただ、ブルース・ブラザースとセサミストリートは世界観が限られているので、多分ピンクのステージだとかは合わないんすよね。なので例えば、ウッド調にしたり、黒一色にしたり、世界観が共用できる、無難なデザインに落としそうではあります。これで、新しいステージがまたピンクだったらショックしますけどね。ニューヨークエリアも相変わらず工事だらけっすね。十中八九ここがポケモンの新エリアですので、当チャンネルでは断定して話を進めますが、このポケモンの範囲はどこまで及ぶんでしょうかね。先ほど紹介したスタジオスターズレストランも吸収されると不安視する声もありますが、アーシはさすがにそれはないかなと思ってます。ただ、ポケモンとのコラボフードだとかはあると思いますけどね。
フィネガンスに新しいレストランできるやろってツッコミもありますが、USJ はそんなもので飽き足らないほど強欲ですので、ジュラシックパークに出てきた弁護士先生みたいな社員しかいませんので、ただ、グラマシーパークの手前くらいまではポケモンに独占されるだろうなとは思います。スパイダーマンの後釜の工事も先日から規模が拡大しており、このように旧ラインも着手されています。ここのエリアはマジで手つかずで、クローズ後もずっと内部も含め、ほとんどそのままの姿で放置され続けていました。囲いはされてるけど、特に作業はしていないという感じです。ここもついに工事するんですね。ミニオンパークでも何か変化がありました。いや、正確にはニューヨークエリアの管轄なのですが、こちらの建物も囲われてます。何気に、ここ工事してるの、初めて見たな。隣接するミニオンパークの工事と何か関係はあるのでしょうか。謎です。ところで、アーシはそろそろ、名探偵コナン 4D はなくなるんじゃないかなと思ってます。この話をすると、あそこもポケモンになるの、と指摘されますが、そうではありません。コナン 4D って好きとか嫌いとかは置いといて、誰がどう見てもターミネーターの流用なわけですね。ターミネーター2 3D というのは、1996年からありますので、正直、コナンにテーマを変えたところで、満足度なんて、たかが知れています。アーシはターミネーター大好きっすよ。テーマパーク経営論の話として、こんな古い施設をいつまでもごまかしながら使うとは思えません。そうなると、名探偵コナン 4D の正体とは、とどのつまり、ポケモン開業までの時間稼ぎであり、それが済めば用済みなわけです。例えばよくある3年契約だとした場合、ちょうどポケモンがオープンしてしばらく経った段階で、契約更新をしない判断もできます。USJ としてもポケモンに限らずとも、そろそろあのシアターを潰して、別のアトラクションを作りたいと考えるのは自然です。そうなるとコナン 4D の導入はもう2年前なので、そろそろ終了のアナウンスが入りそうな予感はします。果たしてどうなるでしょうね。怪盗キッドめっちゃ好きって人は、今のうちに見納めしてもいいかもです。どのアトラクションにも言えることですが、その日は突然訪れます。悔いのないように、全力で楽しみましょう。そして、こんな赤の他人の連中どもに気遣いのできる心優しいアーシのことが素敵だと思った人は、ぜひ、高評価ボタンを押してくれよな。スパチャも大歓迎だぜ。USJ 情報局。LCA Studios. USJ kanji I don't know. LCA Studios. では、ジュラシックパークエリアに行きましょう。ここのエリアは熱帯の植物がだましだまし育てられていますが、今日もくっそ寒いっすね。11時45分、時点の待ち時間は、ごまちゃんが45分。ジュラパが、おっと今日は休みでした。2月1日まで休止ですね。まあそんなに長いリハブではないので、あれこれ治るのかは微妙です。ゲートの扉はいつ修理されるのかな？そういえば先日から登場したサクサクスパイシーチキン1200円。まあ、そこそこ値はしますがボリューム感もあって満足度は非常に高かったですね。なかなかのファッキンデリシャスっす。では、ちょっとショップも覗きましょう。ショップは今日も平凡な感じです。ラプトル今日は動いていないんですね。可愛いグッズが売られていました。モササウルスに食べられるプテラノドン。可愛い。お値段は3200円です。こちらのマグカップも可愛いです。可愛いんですけど壊れやすそうっすね。装飾が凝っている分、中は凄まじくえぐれてますし、もしかしたら食器としては使えないかもしれません。サボテンでも育てましょう。お値段は2600円。そして実は新しいグッズも登場してるんすよね。それがこちら。じゃーん。なんと、ジュラシックパークザライドがトミカになりました。すごくないですか？お値段は1600円。ゴマスリバードも以前トミカになったことはありますけど、第2弾ってことですね。今日はこれを買いに来たと言っても過言ではありません。はい、早速中を見てみましょう。フィギュアとかって固定されてるパーツではなく、完全に付属品なのですね。はい、見本のように組み立てると。いや、ただ乗せただけなので、組み立ててはいませんが、こんな感じ。めっちゃ可愛いっすね。パーツがリュックとアタッシュケースというのがセンス抜群です。恐竜が怪我してるのもポイント高いっすね。アトラクションと一緒に撮ろうと思いましたが、あいにく今日はメンテナンスのため池の水は抜かれていました。ただ注意点もあり、これ超軽いのでめちゃくちゃ風で飛ばされやすく、すぐに噴出しそうになります。本音、あまり外では遊ばないことをお勧めします。見て、お母さんかな。全然違うね。先日すぐ販売停止したラプトルの卵型のポップコーンバケツもまた再販されていました。余談ですがこのバケツ、めっちゃ蓋開きやすいので乗り物とか乗るときは注意してくださいね。そういえば、USJ の姉妹とでも言うべきオーランド版のボートライドも1月5日からクローズしており、長期回収します。その費用は不明なものの、オレンジ軍への申請によると1480万ドル、日本円で23億円とのこと。単純比較はできませんが、USJ の回収もそれくらいかかったんですかね。話を USJ に戻しますが、先日ダイナソーグリーティングが千秋楽を迎えたため、今、このエリアにアトモスはありません。なので、恐竜がうろうろすることもないです。
ただ3月4日からまた昨年好評だったジュラシックワールドジャーニーが復活します。なのでまた盛り上がりそうですけどね。内容もリニューアルして欲しかったなと思う自分もいるのですがわがままでしょうか。ちなみにジャイロスフィアは一度も撤去してないのでいつでも取れます。では早く任天堂エリアに向かいます。まだ整理券対応にはなってないですね。朝はゲストの大半がここに一極集中で集まるのでパークのバランスも悪いです。ところで話は脱線しますが、実は25周年のサイトに先日までウォーターワールドがパワーアップって書かれていたのですが、なんか削除されたんですよね。おそらくたまにあるフライング発表かと思いますが、今更ウォーターワールドで大規模な工事だとかをするとも思えないんで、そこまですごい変化ではないとは思いますけど。でも、また盛り上がるのなら嬉しいですね。では、整理券対応のチキンレースをしてないで、とっとと任天堂エリアへ向かいましょう。結局この日も終日整理券は不要でしたね。では早く行きましょう。フリー入場の醍醐味は自由に行き来できることもありますが、煩わしい整理券の確認作業がない点にもあります。あれ混んでると待ち時間10分以上かかりますし、ヒューイゴーとかいう意味わからんポーズをさせられるので嫌いなんすよね。では任天堂エリアどうなってるでしょうね。中はかなり混んでいます。というか、任天堂エリアはいつもずっと同じくらい混んでいます。いつも満員状態なんですよね。任天堂エリアは道が狭いのもあって毎日が初詣って感じです。ぶっちゃけここのエリアは肌感キャパいっぱいまで詰め込んでるので常に混んでるし空いてるだとかいう概念がない。逆に言えば混雑は一定といった印象です。ではそんな今日の待ち時間を見てみましょう。13時30分時点での待ち時間はマリオカートが80分、ヨッシーアドベンチャーは50分でした。土曜日にしては若干空いてるかなという印象っすね。入店予約の必須のキノピオカフェですが、予約方法が少し変更になっていました。これまでは入店時間の整理券を取得して、その時間になれば入店してから注文するという流れでした。ですが、他のレストランとかと同じように入店前にメニューを選び注文。完了次第入店時間が案内されるので、その時間に来てから金を払えという順序に変わっていました。これって何を注文するか全部決めてからじゃないと入店できる時間わからないんすか？では、ドンキーコングエリアはどうなってるでしょうね。ここも相変わらず、いつもすごい人でキャパオーバーって印象です。もうクレイジートロッコの最後尾見えてますね。170分待ちでした。目を細めればギリギリ110分に見えなくもないです。いや見えないか。今日もなんかえげつない数の人が並んでます。まるで3日ぶりのうんこ。いえ、アナコンダのようです。ちなみにシングルライダーの待ち時間は120分とのこと。狭い廊下で2時間もいるなんて発狂しちゃいます。おや、なんか安全装置作動だとかでアトラクション止まりましたね。ちょっと見えづらいですが、着水前の中途半端な位置でビークルが停止しています。間もなく運転は再開されましたが、一度ブレーキを踏んでいるため、スピードは非常に緩やかになってしまってますね。このコースターってやたらトラブル多いですけど、なんででしょう。ではアミティをブラブラ。今日はしんどいのでそろそろ帰ろうと思います。ありゃ、なんというか、道普通に混んでますね。この道は USJ 屈指の混雑度に左右されやすいスポットで個人的に指標にしてたりしますが、案外人はうじゃうじゃいます。ただ、時間帯で偶然そうなっているだけかもしれません。フードカートやレストランはどこも結構並んでいるので確かに空いてはいるが、期待するほどガラガラというわけでもないようです。実際、今日パークをブラブラ回りましたが、壊滅的に空いてるって感じたスポットは特にありませんでしたし、空いているというよりは大して混んでないねくらいの方がいいかもしれません。いずれにせよ今は閑散期ですが、1月30日からはクールジャパンも始まるし、スペファンと Z のコラボも始まるのでね。束の間の閑散といった感じでしょう。アンレマ。今度はアミティボードウォークスナックの建物が改修ですか。ラグーンの下まで足場が組まれ、工事用のシートがどっぷり水に浸かってますけど、こちらの工事もなかなか大掛かりそうです。アミティではここ2年くらいであらゆる建物が大規模な改修を受けています。そう考えるとアミティってまだまだ運営はするつもりなんでしょうかね。いや、この手の保守管理はあくまで安全のために義務的にしなくてはいけませんので、あまりアトラクションの存続と直結して考えるのは良くないっすね。でも、アミティにはかなりの投資がされていることもまた事実です。ジョーズドッグが売られていたフードカートですが、販売が終了していました。寂しいですが、ジョーズドッグって本来20周年企画のフードだったのに、随分長寿でしたよね。でも、それだけ人気だったということでしょうし、また復活してくれることを祈ります。14時30分、時点のジョーズの待ち時間は45分でした。まあ普通ですかね。まあアーシはシングルなので、あまり関係ないですが。ところで、ジョーズの旧ビデオって USJ 屈指のクオリティの高さですが、これ日本オリジナルなんですよね。米国版にこんな映像ありません。非常に素晴らしいです。ただ、もし、ジョーズがリニューアルとかしたら、日本人キャストが演じるゴミビデオになるんじゃないかなと、毎日、被害妄想に明け暮れております。まあ、ジョーズのリニューアルは切実にしてほしいんですけどね。これは、未来へを残してほしいものです。
ジョーズさん、今日も可愛いでちゅねということで乗ってきました。あ、50周年限定のブリトーってまだ売ってるんすね。もう50周年イベント終わりましたけど、これは本当美味しいんでずっと残してほしいです。で、ジョーズの今日の様子ですが、ガソリンタンクの炎もちゃんと出ていましたし、おおむね良好でした。あくまでおおむねです。細かいギミックは不発だらけですが、全部上げるとキリがないので、ガソリンタンクの炎は回によって本当にまちまちで品質が安定していないなという感じです。多分、もう一回乗ったら炎が一切出ない回にぶち当たります。どう考えても経費削減だとかではなく、単なる故障なので、マジでどうにかしてほしいものです。ではそろそろ帰りましょう。ハリウッドドリームザライドでも25周年の企画があり、まず、フォワードでは USJ のためにバウンディが書き下ろした新曲、デスティニー・ジャーニーが3月4日から、そして、バックドロップでは3月21日から3回に分けて順次、歴代の周年ソングが聴けるようになります。アーシはオン・アワー・ウェイが大好きなので、非常に楽しみっすね。まあ本音、前向き走行で聞きたかったですけど、そういえば、メルズドライブインの車もそろそろ見納めしたいですね。冒頭で紹介した通り、3月4日から車の特別展がスタートしますが、この黄色の車も展示されることになっています。可能性としては、こいつを移動するか、もう1台用意するかの2択ですが、おそらく移動するだけだと思います。そうなると、他の車はどうなるんでしょうね。残すかもしれませんし、単純に撤去するかもしれません。USJ 目線だと、この車って場所を取るので、結構邪魔と思ってる人も多いようです。残念ながら、少なくとも黄色の車は撤去というか移動させられる可能性があるので、ドライブインとのツーショットは念のため見納めしておきましょう。では疲れたので帰ります。最後に今日の感想を言うと、まあ確かに全体的にパークは空いており、待ち時間のデータにもそれがちゃんと反映されてます。実際、任天堂エリアも若干空いてるとの統計は取れてます。しかし、超ガラガラを期待していくと案外そうでもなかったなという印象です。まあ、今の USJ は安定して人気だということなんでしょう。1月30日からクールジャパンが始まるとまた混むでしょうから、皆さんお早めに体験してみてはいかがですか。では、今回の動画はここまで。また次回にご期待ください。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。